集合してみると空耳だったなんてこともありました。どうも、エースです。今回なんですが、レンジャー訓練中のあるある4選というテーマでお話しします。陸上自衛隊では毎年春・秋頃になると各普通科連隊を主としてレンジャー訓練というものを行っています。このレンジャー訓練はレンジャー隊員を養成する家庭または集合教育になります。で、このレンジャー訓練は一応陸上自衛隊で最も過酷な訓練と言われるものになっていて、約3ヶ月弱の期間、己の肉体と精神を極限まで追い込むような内容になっています。そんなレンジャー訓練なのですが、全国の部隊でおおむね統一された訓練となっているため、あるあるなことも結構似てたりするんですね。今回はレンジャー訓練中のあるあるな話を4つ紹介したいと思います。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。LINE スタンプ販売してます。まず最初のレンジャー訓練中のあるあるが、笛の音に敏感になりがちです。陸上自衛隊のレンジャー訓練では、すべての統制が笛で行われます。細かなところは部隊ごとで微妙に違ったりするのですが、私がレンジャーを修了した部隊だと、起床や集合、さらに状況開始や状況終了の時は単音でピッ、ハイポートの時にダッシュの合図は単音と長音の組み合わせでピッピッピー。腕立て伏せや鏡跳躍などで数をカウントするときは単音で行うといった感じで、レンジャー学生の行動統制は全て笛の合図で行われていました。で、この笛なんですが、とにかく苦痛の始まりという印象が強く、レンジャー学生にとっては恐怖の笛なんですね。なので、レンジャー養成訓練が始まって数日も経てば、笛の音にかなり敏感になっており、どこかしらでピッとなったらビクッと体が反応するようになってきます。で、これの厄介なところが敏感になりすぎて空耳で笛が聞こえるようになるんですね。笛は集合でも使われるので、各レンジャー学生がバラバラに分かれて作業していても、ピッと笛が鳴ったらすぐに集合整列が基本になります。なので、整備中とか掃除の時でも急に集合がかかることもあったんですね。で、笛が鳴るイコール何かが起きるというイメージから、常に気を張っていると、鳴ってもない笛が聞こえる隊員が出てきて、掃除中とかに一人の学生が、今、笛鳴ったと言い出して、みんな、本当となってるんですが、とりあえず鳴ったという人がいるので集合してみると、空耳だった、なんてこともありました。また、笛じゃないのに笛の音と錯覚するというのもよくあり、特にあったのは、廊下や体育館で靴が擦れる音でした。靴と床が擦れて、キュッとなるやつですね。あれがめちゃくちゃ笛の単音と似ていて、何度ヒヤッとしたことか、おそらく同じ思いをした人も多いと思います。あと、これはレンジャー学生中から修了後数年まであったのですが、工事現場とか駐車場での車両誘導で使われる笛もかなり心臓に悪かったです。続いてのレンジャー訓練中のあるあるが、返事はレンジャーで困りがちです。陸上自衛隊のレンジャー訓練では、返事は全てレンジャーになります。教官や助教から何か指導された時の返事はもちろんレンジャー。腕立て伏せの姿勢を取った時もレンジャー。気合を入れる時もレンジャー。もう何でもかんでもレンジャーで済むんですね。便利な単語です。米軍のとある師団の狙撃教育では学生の返事はスナイパーだったりしたので、こういう教育ではいつもと違う返事をするのは世界共通かもですね。で、レンジャーなんですが、はいもいいえも全てレンジャーなんですね。なので、指導部と学生の間で認識違いというか、面白い現象が起きたりもします。例えばなのですが、教官が、おい、わかったかと聞いて、学生はレンジャーと答えるのですが、実際はよくわかってなくて、教官に本当にわかったかと再度聞かれて、学生がいやとか言うと、返事はレンジャーだろうがと言われ、レンジャーと答えると、分かったのか分からないのかどっちだと怒鳴られ、どうしようと悩んだ挙句、レンジャーと疑問系イントネーションで聞き返すなんてのをした隊員もいました。この返事は全てレンジャーで、ちょっと学生を困らせてみるというのはレンジャー訓練の中でもあるあるかなと思います。実際は分からないところはちゃんと質問できますし、自分の意見を述べたりもできはするので、毎回こんな感じでいじられるわけではないのでご安心ください。あと、このレンジャーという言葉は、レンジャー訓練官にめちゃくちゃ言うので、体に染みついてしまって、外出した時にコンビニに行った時だったり、レンジャー訓練を終了して数日くらい経った後でも、反射的にレンジャーと答えてしまうことがありました。
続いてのレンジャー訓練中のあるあるが、雨が降ると地図を広げがちです。陸上自衛隊のレンジャー訓練は基礎訓練と行動訓練の大きく2つのフェーズに分かれています。基礎訓練ではレンジャー隊員として必要な知識、技術、体力、精神力をつけるのですが、行動訓練になると基礎訓練で学んだことを使って様々な条件下で任務を遂行するようになります。で、この様々な条件下というのが食事や睡眠の制限があったりもしてかなり過酷になります。そして水分の制限などもあるので、レンジャー学生は任務が過酷になればなるほど喉がカラッカラになってくるんですね。で、そんな喉が砂漠状態の時に恵みの雨が降ってくることもあります。しかし、あくまで制約がある中で任務を達成できるかが訓練の目的になるので、任務をほったらかして水集めなんてできません。しかし、チャンスがあればと思うのが人間の心理で、雨が降り出すとどうにかこうにか口を潤したくなってくるんですね。そこで登場するのが地図です。通常任務で使う地図は防水処置を施しており、ラミネートやビニール製のフィルムで覆ったりしています。なので水を弾くんですね。で、雨が降ってきたらここぞとばかりに地図を広げ、経路確認をしているふりをして地図に溜まった雨水を舐めるなんてのをよく見ます。指導部に見つかるとめちゃくちゃ怒られるんですけどね。他にも地図だけではなく手袋に染み込んだ水分だったり、鉄棒の顎紐に染み込んだ雨水をチューチュー吸ったり、朝露で濡れた木々に顔を突っ込みに行って少しでも水分を感じたりなど、極限状態になってくると本当に何でもやってます。続いてのレンジャー訓練中のあるあるが、重い荷物を持つ隊員が固定になりがちです。レンジャー訓練の後半にある行動訓練になると、様々な任務を行うようになり、任務に合わせて持っていく武器、資材も多くなったりします。で、レンジャーの任務で使う武器、資材ってとにかく重いものが多いんですね。機関銃なんかは全然楽な方で、対戦車火器、梱包爆破薬、地雷、ロープなどなど、とにかくバカ重い荷物がどんどん増えていきます。また、無線機のバッテリーなんかは任務の日数が伸びるにつれて増えていくので通信手泣かせでしたね。あれ、数増えると結構重いんですよ。で、これらの重量物は当然レンジャーの戦闘隊の中で分配することになるのですが、重い対戦車火器なんかを持つ隊員がだんだんと固定されていったりします。レンジャー訓練についてはスピードや持久力、筋力といったものが必要になるのですが、重い荷物を持つには体格がいいほど比較的に有利だったりします。で、体格がいいという理由でやたらと対戦車火器を持つことになったりと、重量物運搬係みたいなのが出来上がったりする場合があるんですね。ちょっとかわいそうではあるのですが、全体最適化、適材適所で考えると一番いい選択だったりすることもあります。が、時々指導部から指摘があり、あいつばっか同じものを持ってたら他が訓練にならんだろう、交代しろ、なんて言われたりしますし、本当に極限状態になってくるタイミングで荷物分配があったりすると、どことなく雰囲気で、この重い荷物はあいつが持つでしょう、みたいな牽制のやり合いがあったりします。なので、不公平がないように、任務ごとに荷物のローテーションを組むような部隊もあるかと思います。が、レンジャー学生が主導で荷物分配をすると、大体荷物持ちが固定されてきがちではあります。自衛隊のレンジャー訓練では厳しくもどこかクスッと笑えるようなあるあるがいくつかあります。他にもこんなのもあるよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で共有してくれると嬉しいです。それでは本日はこれにて上級終了です。